全面をコロコロですね転がしながら火を入れていきます。じゃがいも入ります。休ませてる間に豚の美味しい肉汁がですねこのじゃがいもに落ちるので、とてつもない美味しいじゃがいもの付け合わせができます。はい、こんにちは、シェフのほゆです。今日はポルケッタを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。豚肩ロース、じゃがいも、にんにく、ローズマリー、イタリアンパセリ、塩、胡椒、オリーブオイルです。はい、それでは今日は肉料理シリーズということで、イタリア料理の肉料理といえばですね、代表格のポルケッタを作っていきます。そういえば最近ですね、ファビオンシ専用のアプリができました。このアプリ内では今まで YouTube 上では公開してこなかったパスタ以外のレシピもですね、たくさんこれから投稿していく予定なので、興味のある方は概要欄を見てみてください。はい、それでは早速作っていきます。それでは今日スーパーで買ってきた豚肩ロースのブロックですね、これを開けていきます。で、お肉類はまずパックから開けたらドリップを拭き取って、でそしたらですね、今日はこのブロックの豚肩ロースを一回開いていきます。で今包丁で開いたんですけど、開いた時大事なのは、綺麗に開く必要はなくて、こう開いた時にここの高さが同じぐらいにしておくと巻く時にですね楽になります。でこの開いた豚に下味を入れていきます。でバットに塩して、であと胡椒も、で開いた豚をで上の面にもまんべんなく塩、でこの状態でですね10分ほど塩をなじませていくんですけど、これをやることによってこの後ですね巻いていくので内側にもしっかり塩が入るので、この作業をします。はい、これからポルケッタの中に塗っていくペーストを作ります。まずはローズマリーの葉っぱをこんな風に外して、パセリは茎の部分だけ取り除きます。ポルケッタという料理はイタリア全土にある郷土料理の一つではありますが、僕が昔修行していたラツィオ州のローマが特にポルケッタが有名な場所として知られています。通常は小豚の丸焼きか皮付きの豚肉を用意する必要があるんですけど、家庭だとそうもいかないので、そういう場合はですね今日みたいな肩ロースの塊とかで代用して仕込みをします。基本はニンニクとローズマリーを刻んだものが入っているんですが、シェフによってはイタリアンパセリを入れたりセージを入れたり、あとフェンネルの葉を入れたりですね、いろんな作り方があります。である程度こんな感じでですね刻めてきたら、この後豚肉に塗っていくのでオリーブオイルもこうやって少し少量垂らしてペースト状にしていきます。それではですね、豚肉からしっかりと水分が出たので、この水分を拭き取ります。そうするともうこんなに水分が出るので、これをやるだけですね、もう豚焼いただけで美味しい状態になってます。はい、それではこの拭き取った豚肉にですね、先ほどのこのペースト、これをのせて、スプーンでも何でもいいんですけど、これをちょっと豚にですね塗る感覚で伸ばしていきます。はい、でこのペーストを塗ったら豚肉をですね巻いていきます。で巻くとですねこうロール状にこんな状態です。でこれをこのまま焼いたらこの巻いた肉がですね全部はだけてしまうので、これをタコ糸で縛っていきます。でまずはこういうタコ糸を豚の下に通して、で肩結びします。でこの結ぶ時にですねできるだけ強く縛った方がほどけないので、最初強く縛って肩結びで、肩結びしたら、この巻く時の基本はですね、この長く取れてるここの部分をまず輪っか作ります。輪っかを作れたらこの奥に通します。でそうしたらまたこの余ってるこの紐の部分で引っ張ると、こういうふうによくこうスーパーに売ってるようなネットの状態が作れるんで、これをひたすら作っていくっていうだけですね。こう左右で
縛って調整をする。で1個できたのでまた同じです。輪っかを作ってで通す。で余ってる糸で縛る。で縛る時はちょっと強めでこれを繰り返します。でここまでいったら裏返して、でこれはもう縛れてるのでやってもやんなくてもいいですけど、この糸の下にですね紐を通します。でこれで最初のこのちょっと出たところとこの最後を結んで、はい、これで余った糸を切って、はい、これで縛り終わりです。はい、あとはですね付け合わせのじゃがいもをカットしていきます。でじゃがいもは半分にカットして、でも4等分ぐらいですね。あんまりこうちっちゃくなりすぎないようにします。4等分でカットしたじゃがいもをボウルに入れます。でここに塩とオリーブオイルを加えてで混ぜ合わせます。はい、これで火入れに入ってきます。それではタコ糸で縛ったこのポルケッタ焼き始めていくんですけど、通常はですねこういう塊のお肉っていうのは焼くのに時間がかかるので、もう180度ぐらいのオーブンですね4、50分ぐらい入れて仕上げていくんですけど、今日はフライパンだけで火入れをする方法でやっていきます。でまずは少量のオリーブオイルです。でこれは豚肉からも脂が出るので少量で大丈夫です。豚を入れてちょっとなじませて、でこの冷たい状態から焼き始めます。でここからですね徐々にこう温度を上げながら仕上げていくという焼き切りのスタイルをやっていきます。でまずは温度が上がるまでですね中火で加熱をしていきます。で今温度が上がってですね音が鳴ってきました。そしたらこのお肉はもう縛ってですね丸い状態をしているので、全面コロコロですね転がしながら火を入れていきます。でフライパンだけで火を入れていく方法だともう塊肉で時間かかるので、もう25分から30分ぐらい見といた方がいいです。それぐらい時間がかかります。でフライパンからですねこう煙が上がってきたらもう火をですね弱火にして、もうじっくりこの温度をキープでですね焼き色をつけていきます。でちょっとお肉がですねこう赤い部分こう倒れて焼きづらい場合はこう縁とかですね周りもフライパンの周りも使ってあげながら焼き色つけます。はい、そしたら今ですね10分ぐらい焼いてきて、だいぶこうすると焼き色がついて、今10分火入れをして全面こうやってですね見てください。焼き色が軽くついた状態で、基本的にいつも牛肉を火入れする時とかもこう押して豚肉を押した時に弾力が返ってきたら火が入ってる証拠っていうお話をするんですけど、それは牛肉だけに限った話で、豚肉の場合は弾力が返ってきてもまだこれ中生です。だから牛肉でいうちょっとウェルダンぐらいの火入りすぎかなぐらいが豚肉のミディアムっていう状態なので、もっとここからですね火を入れていきます。今全面焼けました。そしたら今日はフライパン一つ焼きにしていくので、先ほどオリーブオイルと塩でしっかりとなじませたじゃがいも入ります。でじゃがいもが入ったらまずはこのじゃがいももですね豚肉の火入れが本当に時間がかかるので、少しこう大きめにカットしてるんですね。でじゃがいもは最初はこう断面を焼き色をつけたいから断面を下にして焼いていきます。
でここからですね、じゃがいもが入ったら最初弱火だったんですけど、中火ぐらいにしてですね、じっくりと火を入れていきます。はい、それではですね、今もう10分焼いて、じゃがいもにもしっかり焼き色ついてきました。そしたらですね、じゃがいも自体には火が入ったんですけど、この豚肉をちょっとこのじゃがいもの上に置いて、ここで休ませていくことによって、今豚肉にもですねだいぶ火が入ってきたので、休ませてる間に豚の美味しい肉汁がですねこのじゃがいもに落ちるので、その肉汁をじゃがいもが吸うことによってとてつもない美味しいじゃがいもの付け合わせができます。なので豚はですね上に置きながら、ちょっとじゃがいもこうやって炒めながらですね、豚をこの上で5分ぐらいですね休ませるともういい感じだと思います。一回押してみますけど、さっきに比べるともう硬くしっかりとこう弾力もある状態なので、今ですね豚がミディアムぐらいの状態になっているので、あとはこういう金串とかですね、竹串でもいいんですけど、巻いた豚のこの中心に刺して、で123ぐらい数えて、でこれをですね下唇に当てて、しっかりと温まっているというか熱い状態になってたら火入れがもう完了です。はい、それではですね今トータルで30分焼いていい感じに火が入ったので盛り付け入ります。はい、これでポルケッタの完成です。はい、いただきます。うわ、うん、これはですねもう一口食べたらもうローマのポルケッタって感じで、パンチがすごく効いてますね。でこのじゃがいもはですね豚肉と一緒に火を入れたので、その豚肉のうまみをこのじゃがいもが吸っていて、でカリカリしているので甘みもあって本当に美味しいじゃがいもが完成してます。でポルケッタっていう料理は、現地に行くとローマとかではどういうふうに提供されているかっていうと、レストランの一皿の肉料理というよりは、スーパーに行くとですね生ハムとかサラミとかですね加工品売り場があって、そこで実際こうスライスしてグラムで売ってくれるんですけど、ポルケッタもその加工肉という位置づけで火入れをしてもう休ませて冷やしたものをそのままスライスして買うことができて、それをパニーノに挟んだりして食べるっていうのが現地の食べ方ですね。なので今回火入れしたこのポルケッタもこういうアルミホイルとかに包んで、でこのまま冷めるのを待って冷蔵庫で冷やし固めてから薄くスライスしてですねパンとかにのせて食べるとですね本当に美味しいので、是非やってみてください。はい、ごちそうさまです。今日のこのポルケッタなんですけど、イタリアの現地の味を感じられる肉料理の一つなので、よかったら作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。